お疲れ様です。はいはい。今日なんですけど、最近、YouTube とか DM ですごいコメント来てるじゃないですか。ありがたいね。はい。こういう企画について話してほしいですっていうのが、結構来てるんですよ。お、いいね。やろうよ。行こう。ぶっつけ本番。何？ぶっつけ本番で、はい。今日3つ用意してまして、はい。1つ目がプライド。2つ目が学歴。で、3つ目が自己肯定感ですね。おお、よくある質問だね。はい。この3つに対して、山本さんの考えだったりとか、あればと思ったんですけど。なるほど。わかりました。はい。どうぞ。お願いします。はい。一個一個いこう。何から？じゃあまずプライドからですね。はいはいはい。プライドが何？まず来てるのが、プライドが高くて。プライドが高い。はい。いいことじゃん。そうですね。いいことなんですけど、上司だったりとか、立場が上の人に何か言われたときに、プライドが優先して。そうですね。優先して改善できなかったりとか。謝れないとか。そうですね。謝れなかったりっていうのが来てるんですよね。多いね、最近。昔からあるのかな。山本式で言うと、プライドには2種類ある。はい。一つが自分を傷つけたくないプライド。二つ目が相手を傷つけたくないプライド。相手ですか？一般的には自分を傷つけないのがプライドかなって思う。相手をがっかりさせたくないなっていうプライドもあるのよ。あ、なるほどなるほど。そこに気づいてほしい。まずプライドを2つに分けて、自分を守りたい、自分を傷つけたくないっていうプライド、これは一旦捨てようよ。そして相手をがっかりさせたくない、相手を傷つけたくないってプライドはずっと持ち続けようよ。それは持ち続けていいですね。そう、逆に言うとこっちしかない人いっぱいいるのよ。自分のプライド、もう一個新しいプライド付け加えて、相手も傷つけたくないと、相手もがっかりさせたくないと、そっち側のプライドを足そうよ。そうするとこっちの方が絶対勝るから。プライドは否定しない、プライドは大事。でも私のプライドは相手をがっかりさせないんだというプライドを重きを置いてもらいたい。そっちの方がなんかこう成長できたりとか。そうすると相手をがっかりさせないために自分を鍛える、謝る、素直に理解する、改善する、全部できるでしょ。そうですね。そうだから自分のプライドだけを持つっていうのは良くないよ。もちろんこれも必要な時もあるけども、ね、お互いこう社会なんだからさ、自分じゃ成り立たないわけで。そうですよね。いろんな周りの人が自分ががっかりしないように期待に応えようとしてくれてる状態って嬉しいでしょ。そうですね。だから自分もしてあげようよ。会社の仲間や上司やお客様にがっかりさせない一日を過ごそうというプライドをちゃんと芽生えさせて、そのプライドに沿って生きていくと結果として仕事もうまくいくし、プライドも保てるから。なるほど。大丈夫？はい、次行こう。次はですね、学歴なんですけど、学歴コンプとかっていうことが実は自分はあんまりいい大学じゃないとか、逆に自分はこんだけいい大学なのにっていうのもあると思うんですけど。なるほど。それはなんかどう向き合えばいいんでしょうか？東大に入れる人って1学年100万人とかいて、僕らの頃は200万人いたんだけど、3000人だけなの。だからもう 99% の人は学歴コンプまずあるんだと。なるほど。わかる？東大じゃない時点で。そう立教とか明治の人は早稲田慶応に対してコンプレックスあるでしょ。多分ね、早稲田慶応の人は東大に対して思うし、東大の人はハーバードに対して思う。なるほど。ね、ハーバードの中でも多分いろいろあるんだよ。多分地球上にいる人の 99.99% がそういったコンプレックスがあると。その学歴は簡単には上書きできないでしょ。社会人になってから大学院行ったりさ、 MBA 取ったりさ、学歴をアップデートしたりする術はあるけども、基本的にもう過去のことだから簡単に変えれない。そうですね。じゃあ何をするかって言ったら、職歴とか業績とか、社会になってから学歴を超えるようなものを掴み取ることができる。例えばリクルートでトップセールスでした。こういう人も学歴の話しなくなるの。確かに関係ないですもんね。オリンピックで金メダル取りました。もう学歴の話しないでしょ。確かにそんなこと話してる。そうだから過去の10代の時の学歴にしがみつかないで、今日できるナンバーワンとか、今日できる達成項目、今日できる人を驚かせる自慢話、これ作ろうよ。それがないから10代の時の学歴コンプから抜けれない。確かにこう目の前の成績が出てると、学歴とか関係ないですよね。関係ない。社会に出てほとんど学歴なんか関係ないじゃん。あとはさ、学歴がないのに偉くなった人とか、いっぱいいるわけよ。田中角平だってそうだしさ、本田宗一郎もそうだよ。いっぱいいる。もう何万人っているから。だから学歴のせいにしてコンプレックスがあるっていうせいにして今いい生産活動ができてないって言い訳になっちゃってるんだよね。だから学歴はどうでもいいと。今日輝く何か金メダルを取ると。
いう目標を設定して、それに対して取りに行くと1年後か2年後には全くそんなコンプレックスなくなる。分かった？はい、はい、じゃあ次行こう。1個質問いいですか？はい、このチャンネル見てる人って、学生とかもいると思うんですよ。で、山本さんってこう採用する側の人だと思うので、採用だったりとか部下の学歴とかを見ることっていうのも、たまにはあるんじゃないかなと思うんですけど、ないですか？見ないんですか？書かなくていい。そうなんですね。気にしない。なるほど。ただ学歴が仮にある人がいたら、その部分では努力した人だなということでプラスにはなるよ。でも学歴がそんなに良くないってことをマイナスだと思わない。他のスポーツなり趣味なり何かに頑張っていたことがあることが大事。別に東大入る学力って確かに15歳とか18歳の時の方が頭が柔らかいけど、別に25からでも35からでもつくから。今リカレント教育って言ってね、社会人になってからも生涯勉強していこうという時代なんだよね。時代がどんどん進化していって IT とか AI とか新しい技術とか出てくる中で、10代にインプットした情報なんかもう古くってさ、どんどん新しいマーケティング手法とかさ、技術とか出てくるでしょ。だから20代も30代も40代も勉強だから、15歳の時の勉強できたかどうかとか18歳の時できたかできなかったってことでずーっとそればっかり言ってるやつの方が気持ち悪い。なるほど。そう、学歴は関係ないということですね。関係ない、大丈夫だよ。はい、わかりました。さあ次行こう。はい、次ですね。最後なんですけど、自己肯定感なんですよ。これは高いことも問題だし、低いことも問題っていう両方あるんですよね。山本さん自身は自己肯定感、まずね、自己肯定感っていう日本語ができたのは数年前じゃないかな。ただ最近聞くようになったことなんですね。だから人類の歴史何万年の中で自己肯定感なんて言ってる生物はこの数年の若者だけだよ。なるほど。そう、ほとんどいらない言葉、自己肯定感があるとかないとか気にしすぎ。例えば2500年前に孔子って人が論語っていうのをやって、詩曰く30にして立つ、40にして迷わず、50にして天命を知る、そんなようなことを定義してるんだよね。2500年前の人でもようやく30歳ぐらいになって、世の中の人に役に立てるようになったなとか、40歳ぐらいになって迷わないで生きれるようになったなとか、50になってこの生きてた意味が分かったなみたいな。なるほどなるほど。ね、そのなんか自己肯定感、2500年前の人も30歳40歳50歳ぐらいでようやく持てるようになったと。なるほど。だから10代20代の人が自己肯定感があるはずないとなるほど思ってる。なるほど。で俺も個人的には20代はコンプレックスっていうか、自己肯定感って言葉はよく意味が分かんないんだけど、多分コンプレックスの塊だったと思う。客先行ってこんな体でかくて声もでかくて態度もでかくてね、こんな風貌な人がお客さんに好かれるはずないなと、自慢できることも特にないしと。だからいっぱい勉強した。いっぱいお客さんのために勉強して、ギャップでさ、見た目なんか柄の悪い人入ってきたけど話して5分10分したら腰が低くてトークが素敵で、知識もいっぱいあってお客さんのことを勉強してると、なるとギャップで逆にお客さんが虜になっちゃうというところまで努力したね、すごくね。なるほどなるほど。だから肯定感が低い人の方が逆に自己肯定感を得るために人と違う努力をするんじゃないかな。だから低い人は低いでそれもラッキーと思うし、高い人は高い人で多分そのまんま成功していくと思うからさ、高くても低くてもいいという感じでいいんじゃない。本当に人生を振り返って、ああ俺なんか生きてる意味あんなと活躍してんなって思うのは、30、40、50になってからだってなってるから。なるほど。もう10代の時にそのそわそわしないと、考えすぎってことですね。大丈夫？はい。今日来た質問3つ、結構即答でバサバサっと切っていってもらったんですけど、視聴者の方も解決したんじゃないかなと思います。だったらいいけどね。今日来た質問って大体自分との向き合いでしょ。今日の自分っていうのは過去10年とか5年とかの蓄積で今日できてるから、ね。だからそこに一喜一憂しない。逆に今日は未来の10年後5年後の自分のための今日だと思う。なるほどなるほど。そうするとすっきりするよ。いつも不完全でも5年後はもっと笑顔でいれる、10年後はもっとお金持ちでいれるとか、20年後は自己実現できてるということから逆算して今日があると思うことが大事。今日うまく人より秀でてないとしたら過去10年間の下積みサボってたんでしょ。確かにそうですね。そうだからプライドの問題も周りの人を笑顔にするように、傷つけないように、がっかりさせないようにって今日から生きなさいと。そうすると5年後か10年後にみんなの人気者になって認められるから、
プライドは保たれるから。自己肯定感も一緒。30か40の時には自己肯定感が持てるように生きようと、努力しようと思ってれば必ず30歳とかで自信があるなって自分になれるから。でもう一個なんだっけ？学歴ですね。学歴もね、学歴コンプを上書きできるような社会人になってからの実績を持つことによって、30歳か40歳か50歳どっかで全くなくなるから。確かに今日の3つって全部こう昔の自分とか、今の自分に対してのなんかネガティブな、もっと未来志向で将来の何年後にはキラキラ輝こうと、自分に自信を持とうと言ってそっから努力をしていかないと、今日すぐね、それを得るっていうのは俺ちょっとやり方わかんない。なるほど。山本さんでもそんなすぐはできないっていう。そう無理。そんな今日すぐさこのビデオを見てパッと今すぐゲットできるようなことが答えだとしたらもうみんなそれ解決してる。悩みないですよねみんな。というわけで今日は3つの質問、全部お答えしてもらったんですけど、こんな感じで今後もコメントとか案外これ好きかもしれない。よかったです。こういうコメントとか疑問とかあればですねコメントでいただければ動画の企画にしていこうかなと思います。視聴者の方もぜひコメントよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。こんな感じでこれからも光通信時代の話だったりとかビジネスの発信をしていきますのでまたよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お待ちしてます。